さて、ウィッシュリスト10万件を超えた街作り RPG が発売を2年延期し、作り込むも大不評とのことで、一体何があったのか、今回はピクセルシャーの紹介を行います。こちら街の建築と冒険、そして NPC と対話し触れ合えるサンドボックス系ゲームです。サンドボックスは砂遊びという意味で、あらゆる遊び方が提供されているゲームを指します。マイクラやテラリアあたりが有名です。この作品は見た目的に比較対象となるのは、スターデューバレーやコアキーパーあたりが挙げられます。見た目はゼルダチックのドット絵であり、これが非常に重要な点です。ピクセルシャーは街作りが主軸となっており、ドット絵の品質の高さが作る意欲につながるためです。このゲームはその点においてユーザーの目を引きつけることに成功しました。プロモーションムービーを見て、こんな可愛く美しい街をぜひとも作りたいと思った方がいたことでしょう。そういった期待からウィッシュリスト数も膨れ上がったわけです。ここでその肝心の街作り部分はどうなっているかですが、初めからある程度作られている街を整えていく形式です。ゼロから全てを作るわけではありません。建造物はそこそこ立っています。動物の森とかに近いかもしれません。途中から拡張されるかはわかりませんが、初めの段階で十二分に広さはあります。空いてる場所も多いです。街を作る上での自由度は高そうです。次にそこらから何でも資材を集め倉庫にぶち込み、必要なものを作成し配置するという流れは出来上がっています。サバイバル系ゲームのそれと一緒です。とにかく溜め込むことが好きな人には刺さる作りです。貯めるためのスタッシュもスペースが許す限り配置できます。道なり柵なり街を整えるためにはいくら材料があっても足りないため、伐採や採掘に集中して時間を注げます。そして時間かけるほど街の見た目が上がり、思い通りの景観になった時、うっとりと眺めてしまうこと間違いなしです。合わせて生産活動を行うさなか、NPC と簡易的な交流が図れます。ストーリーでの会話やクエストを行うことで親密度が上がります。いずれロマンスにもつながります。また仲が良くなった NPC は一緒に行動してくれます。木こりを連れて行けば伐採時間短縮につながります。加えてテラフォーミング機能が売りとなります。上限はどれくらいかはわかりませんが、地面を一段盛り上げ、さらにそこから盛り上げるといった段差の作成ができます。もちろん盛り上げた上に家や施設を建てられます。他にも地面を掘って土口の川を作れます。これはコアキーパーと一緒です。これらにより街の見た目をより上げられます。何はともあれ、まずは成長を行いたいところですが、このゲームは天気、時間、日にち、季節の概念があります。季節は夏と冬の2つで、冬は雪景色になったりと景観がガラリと変わります。そして日数が経つとそこらに木がまた生えてくるため、どの程度整地でコントロールできるのかとなりそうです。せっかく綺麗にしたと思いきや、時間経過で草がボーボーになってしまうということがあるのかどうかです。また季節によっては作れない農作物もあります。だいたい10日くらいで季節が変わるため、強引に寝まくり季節を変えることはできます。次に冒険や戦闘に関しまして、剣で戦えるほか魔法も用意されています。しかし戦闘はそこまで主軸にはなっていないかもしれません。防具などないためです。あくまでピクセルシャーは街作成の補助的な形で冒険がついてくるイメージです。とはいえ敵からの戦利品が結構ジャラジャラあったりとやりごたえは設けられています。といった具合に期待の新作となったピクセルシャーですが、現在 Steam では不評の声でいっぱいになってしまっています。28% にやや不評100件ほどで10万のウィッシュリストがあったにもかかわらず評価が低いばかりかレビュー数も少なめです。様子を見てる人が多いのでしょう。それと評価が低いと Steam のゲーム一覧に乗りにくいという点も影響しています。なぜこんなにマイナスレビューが多いのかですが、全ては細かい部分でイライラさせやすい作りになっているためです。インディーゲームとしては十二分かと思います。小規模開発だから細けいことはいいんだよというやつです。ただ比較対象が強すぎて目がこなれてるユーザーが多いわけです。スターデューバレーやコアキーパーは売れまくり、じっくりと時間をかけ QOL の改善など多大になされています。操作面もなるべくストレスが起きないような仕組みにもなっています。例えば何か曲がり角を曲がろうとする際、特別な処理を加えていないと地形に引っかかり曲がれないなんてことが起きます。スムーズに移動させるためにはドラクエのような完全マス目移動か、あるいはある程度自動で角を曲がる補正処理が必要です。
こういう処理は最低限欲しいところではありますが、インディーだとなかなか手が回らないわけです。優先順位付けがコンテンツの拡充だったりするとなおさらです。そしてピクセル社は遊びやすさよりもコンテンツ量を優先したものと思われます。本来は早期アクセスを2023年に予定していたところ、ウィッシュリストからの人気を見て、早期アクセスはなしで公開すると変更が入りました。これは意思表明かと思います。初めからユーザーにしっかりとしたものを届けたいという気持ちからです。それが開発者にとっては内容量の盛り込みだったわけです。しかし実際に発売されてみたところ、ユーザーに刺さりにくい作りになってしまっていました。遊びやすさ部分がまず目に入るため、コンテンツ量がいくらあっても序盤で投げられてしまいます。主に先ほどの移動部分や UI 操作周り、あとは木を切りたいが位置がちょっとでもずれていると切れないとか、戦闘がスムーズに行われないあたりが挙げられます。また不具合も多少あります。加えてチュートリアルもといメインクエストが不親切さにより余計時間を要してしまうということもあります。この作品はメインクエストを進めないことにはできることは増えていかない作りになっています。初めから自由を与えられるゲームではありません。クエストを進むにつれ NPC も増えていき、施設もアンロックされていきます。その最中、クエストで収める対象の作物が枯れてしまい、どうしたらいいんだ状態になったりします。季節は冬で夏になるまで植えることができないとかにもなります。ひたすら寝まくることで解決はできますが、時間のロスになります。あとは NPC を助けに行って、助け終えたら街に戻り、また助けた場所に往復するみたいな無意味な移動を強いられたりもします。といった遊びにくい部分が目立ち、それが現状の評価につながってしまっています。過去のデモ版からバグが残っており、Discord で指摘したらブロックされたみたいな書き込みもあります。それは余計な誹謗中傷を兼ねたひどい書き方をしたのでしょう。そういう人がよりマイナスレビューをしています。もちろん評価は後からついてくる作品もあります。序盤でのふるいに落とされなかったユーザーのレビューが増えることで口コミで広まるというものです。この作品は後半で好転するかはわかりませんが、それでも街づくりで操作面が良いに越したことはありません。ということから開発側は早速メッセージを出しています。フィードバックをありがとうございます。修正は来週予定で、全てはすぐには解決できません。とのことです。同時に現在の多く上がっている声に対してチップス的なものも載せられています。じょうろの水はどこで汲めばよいとか、クエスト用の米がなくなったらどうすればいいとか、バグの避け方とかです。あとは Steam 掲示板でユーザー同士が不具合への情報交換を行っています。これから遊んでみようと思われる方は、これらを見ることで引っかかりにくく進むことができます。そして開発者の方の書き込みを見るに、今後もどんどん拡張していく予定とあります。続けることでスターデューバレー並みに大ヒットする可能性もあるため、新たな街づくりゲームを体験してみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。発売日は2025年5月9日で、価格は 15% 割引の1955円です。現在は Steam のみですが、Switch と PS5 でも対応予定となっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。音声付きのオープニングですね。戦争が広がって、そこから立て直すみたいな、そういうストーリーなんですかね。あ、違う場所に旅立ったんだ。嵐に襲われて記憶を失ったと。まだキャラクターの見た目、カスタムも可能だ。洋服の色味も設定できますね。ジャンプスーツ風にできるよ。現状はチュートリアルで詰まりやすいという話なんでね。ちょっとネット上の情報を見ながら進めましょうか。動けますね。ちょっと暗いようです。はい。ランプが役に立つ。これつけろと言われてる。いいでつきましたね。あ、これが船だったんだ。ナンパした船？全部見た目がいいね。内部はすごく綺麗だし。ここで暖炉。暖炉に火をつける。バック B かな？これをドラッグ&ドロップ？この状態でいい押す？そういうわけじゃない。あ、これでこうか。これで OK だね。順番が必要でしたね。火入れたけど、次は？あら、向こうにするを押したら火がつきましたね。あ、でも炎のアニメーションすごくいいですね。コンパスをもらった。人をクリックするとそちらを指してくれるんだ。
これが街内部だけど。すでに美しいね。家もあるし。ここから開拓できんのか？エヴァ、ピクセルシャアの多さ、尊重的な。ヘルスポーション。これを飲めて言われてる。ライトクリック。使ったかな？トマトを収穫する？あとベリーかな？これか？これはトマト。いや、ラズベリーだった。これもそうか。あ、これがトマトだ。次はクワで地面を耕す。装備品にもレアリティがあるっぽいですね。クワはこれか。コモン。ライトクリックで装備したのかな？ツールメニューは9である。これで装備できる。で、地面を耕すと。これでいいの？バック開いてると使えない。まあ、多分こういう細かいところがね、批判を受けてんのかな。あ、もう一回耕すことで、元に戻りますね、草地に。こんな感じで。次は種。夏にしか育たない種もある。トマト。あ、これがマルガリータ。ロマンスもあるよ。お店は種売ってくれるという話でしたが。フォローってなんだ？あなたのことよく知らない。フォローさせてくれない。あ、これで選べるんだ。選べないでちょっと見えちゃいますね、グレーアウトは。トマトの種、これ。お金はいくら持ってんだ？ 520。結構持ってるな。買ってみた。インベントリから種を選択する。ここにちょっと被っちゃうね、ウィンドウがね。ドラッグ&ドロップ？あ、できましたね。一個だけ植えられた。次は水をあげる。じょうろ。植物は海水が嫌いである。今んとこ、水が汲める場所はね、決まってるっぽいですね。ここでしか汲めないんだ。何キーだ？あ、いいだ。いいボタンで押せましたね。あ、なるほどね。まあ、確かにマウスクリックとかでもできた方がいいんだろうね。これでさらにいい。できましたね。次はタブでタレント。スキルかな？ウィンドウが外行っちゃいましたね。タレントポイン。ポイン。で、何取ればいいの？タレントポインは。農業はこれか。あれ？どうやって覚えるの？これ押せばいいのかな？ OK。多分 OK だね。習得した。さあ、さらにスープ。もらいましたね。次は船長と話す。プレゼントする。ああ、タブをした後もう一回タブをしても閉じることはできないとか、そういうところか。話すにはこれか？何をあげるんだっけ？トマトスープでいいの？これで OK かな？与える。冗談だろ？寝ちゃったぞ。私が冗談を言ってると思われてしまった。トマトスープあげたよね、今ね。あれ？トマトスープが消えちゃった。冗談で終わってしまった。なんてことだ。こっちにしてみるか。これも与えてみよう。あれ？ OK。あれ？トマトスープ？さっきあげたのが、なんか違うスープあげたら OK になりましたね。翻訳が間違っていた可能性がありますからね。次は木のシャベル。穴を掘って水を通す的な？そういう話か。6枚のタイルで小さな池を作る。何回も掘る必要ある？水が出てきましたね。3回ぐらいかな？ちゃんと繋がりますね。R を押すことで左下。なんか選べますね。何をするか。これで埋められる？これ今手持ちの砂みたいなの使ってんのかな？数字減ってるからね。こうやって埋められるんだね。これはいいね。見た目も。傾斜はこれでいいのか。できた。ちょっとした階段みたいな感じか。まずは木材が必要である。斧装備。ここから木を集める。ほら。木の揺れがいいですね。アニメーション。切り倒した後、木に変化するが、木ごとに違うようだね。根っこも切れんのかなこれ。切り株。切りましたね。完了だ。ワークベンチを配置する。ここでいいか、じゃあ。ここで、材木。木の板を作るのかな？木材足りてない？これで OK っぽいよ。クラフト。できますね。ここから取る必要あるのかなまずは。で、クラフト中も、離れることはできますね。次はブロンじいさん。洞窟で見つける？あれか。ダンジョンかな？
敵とかいそうですね。ブローン探す。ツルハシ。それを見つけろと。どこにあるんだ？あった、ツラシ。石に、銅かな？あと、金のインゴット。左下にあるね。あ、まずは装備か。耐久性はあんのかな？一番左下に、それっぽいゲージがありますね。スタミナが足りない。どこ？スタミナ。そんなゲージがあったの？どこだ？ああ、左上にあった。200分の0。スタミナが0になるとどうなるんだ？食べる必要あんのかな、もしかして。体力。スタミナ回復みたいななんかなさそうな。寝るのか、じゃあ。1日に取れる行動の限度があんのかな。スタミナ回復しましたね。さあ、炉ができた。ワークベンチを上に設置してみた。これで、燃料が必要。木材。炭でいいのかな？ちょっとこれが余ってるからこれにしよう。これを押すことで、燃料が増えていきますと。それクラフト。次はハンマーで解体する。フェンス。これに壊せんの？お。壊せましたが、これは壊せないの？あ、壊した。これで道がちょい広くなりますね。取れますね。このブロック感はとてもいいね。家をどこに建てるか。ああ、小さい。テントだね。とりあえずこれでいいか。ここで眠りましょうと。おう、マイホームだ。ちゃんとベッド付き。ストーブもあるぞ。テントの中なのに。どういうことなんだ？まあ、細けいことはいいんだ。入り口に設置したいけど。これは置けないな。置いてみた。ここでいいか。エクスクラメーションマーク。なんかクエストがあるんじゃないのこれ。薪。薪を集める銃。集めてみようか。あ、よく見ると、景観凝ってますよね。木がじんわりと揺れてる。で、木の葉が落ちてるんだね。さあ、釣り。水の近く？あ、できた。これでいいのか。すげえ近いな。ああ。来た。なんだ。ああ、成功した？あれ？なんだったんだ今のは。リールが緑のちょっと早い文字消えんの？緑のスロットに揃うの待ってから、押す。あ、これでいいんだ。ちょっとしたミニゲームですね。成功。こんな感じでいいんだ。チェスト売ってますね。いつの間にかお金増えてんだよな。1個買っとこうか、チェスト。とことんアイテムを溜め込みたいですからね。置ける限り、無限に預けられるのかな。小さいね。これなんだこれ。魚にもなんかグレードみたいなのありますね。レアリティのほか。星がついてる。お、ダンジョンっぽい。森ダンジョン。木の剣。スライム。戦闘が待ってるのか。スライムだ。ほら。押してからちょっと反応が悪い時あるな。これが戦利品。むちゃくちゃ落とすな、このスライム。どれか選ぶな、もしかして。いや、そういうわけじゃないね。全回収できるよ。スライムのくせに。生意気だ。またスライムだ。なんか判定が出ないと、剣が触れませんね、なかなか。フォロー。これか。これでついてくるんだね。一応木を飼ってみるか。一緒に飼ってくれんのこれ。見る感じ。飼ってくれますね。ゆっくりだけど。雨ですね。初めての。天候も変わるんだね。さあ、雪景色。おー。雨は継続して降ってますね。これどうだ？いきますね。高台にしてみようかな。お試しで。ここにはまりますね。できたー。しかしこのままでは入れない。こうかな？で、階段作る。できた。見た目いいね。こんな感じになるんだね。もうちょい余裕出した方がいいかな。どうせならね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。